たあの知らない女の子が僕のことを見てる。でもどうしてあんなに悲しそうな顔をしているんだろう。秋代、秋代、授業終わってんだぞ秋代。夢見てた。いい子言うな。さあ帰ろうぜ。また同じ夢だよ。同じ夢ってまた例の女の子かよ。なに女の子がどうしたって？どうもしやしねえよ。またこいつの夢の話さ。またその話？えらく熱心だな。星空と美少女ね。秋代らしいけどな。秋代君も大人になったってことですか？そうそう。夢は願望の表れであるとフロイトも言ってんだしな。なんでお前らすぐそういう風に考えんの？恥ずかしがることないだろ。女に興味持たない方が異常だよ。でも秋代、まだ女と付き合ったことないんだろ？なんでそういう話になんの？じゃあなんだっての？交通事故以来同じ女の子の夢ばっか見るなんつうな昔の SF テレビだぜ。 SF の話はやめとけよ。お前がそれ始めると長いからな。そうそう、 SF ってより心霊現象だな。その子の霊がお前にとっついてんだよ。お前もな、話を全部自分のフィールドに持っていかないな。じゃあ俺クラブで暇つぶしてくるから。尾崎は？あ、俺今日家でやっから。じゃ人のことだと思ってのんきなこと言うなっての。ったく。いつか俺がお前にとっついた子の写真でも撮ってな、秘密を暴いてやるよ。お前らのクラブは心霊研究会かよ。あ、俺もクラブだから。あ、いよいよ今晩か。ああ、泊まり込みで観測だよ。秋代もよかったら顔出せよ。俺はいいよ、一人で見るから。秋代いくら勧誘したって無駄だよ。星が好きだっつっても肉眼で見るのがこいつのこだわりっていうか、まあロマンなんだからな。まあ気が変わったらいつでもブスに来れば。じゃあな。あ、じゃうっす。どうも。うっす。もうすぐ来るわよ。いいわね。今日こそ声をかけなかったら本当に私もう知らないから。ねえ、ちょっと一回言ってみなよ。先輩、今お帰りいよいよ今晩って何のこと？だって今日は11月11日だ。11月11日？なんかあったっけ？シリウス流星群だ。ああ、あの60何年に一遍っていうあの日か。あ、行っちゃった。どうすんのよ。ちょっと稽古かばー。あんたが悪いんじゃない。いつも稽古の当時何よカバンなんて言ってんの。ちょったく先輩たちに言っちゃったらいかまた同じこと考えてんのかよ。気になるんだ。それだ、それが一番悪いんだ。いいか、同じ夢ばっか見る原因はそれだよ。気にしすぎるからだ。そんなつまらん夢のことなんかいつまでも気にしてないで、もっと他のことに気回してみろよ。他のこと？例えば女の子のこととかね。ただし夢の中の美少女じゃないぜ。例えばあの子たちなんかどう？ああ、1年の子だろ。うん。お前の知り合いじゃないの？
そういえば前にバレンタインでもないのに突然チョコレートくれた子だ。あの子たち最近お前の周りうろうろしてんだろ。そうか。鈍いやつだ。あのな、夢見るロマンチストなんて男がモテんのは中学校時代までだぜ。お前もなんとか流星群の話なんかしてる暇があったらね、ちょっとでも気がありそうな女の子がいたら片っ端からアタックするぐらいの気持ち。尾崎を。どこ行ってたんだお前。話せよ。あの子だ、あの子がいたんだ。あの子？夢の中の子だよ。待て、落ち着け秋代。話せよ。秋代、俺はずっとここに立ってたんだ。お前もそんな女の子見なかったぞ。わかるか、そんな女の子がここにはいなかったんだ。いなかった。そんなバカな、ちゃんとここにいたんだ。あの子は泣きながら俺に抱きついてきたんだ。その辺の人に聞いてみろよ。秋代、いいから来い。今日は帰るんだ。突然フラッといなくなりやがって。本当にお前この頃どうかしてんぞ。あの事故の時打ちどころが悪かったんじゃないのか。本当にいたんだ、あの子が。あの子も俺のこと知ってたよ。あのな、そんな女の子はあそこにはいなかったんだ。これは本当だよ。俺はずっとあそこに立ってたんだから間違いないんだ。もしお前が本当に見たと思ってんなら、それはお前の心が作り出した映像だよ。SF 的に言えばマインドビジョンってあれさ。見ただけじゃないんだ。彼女を抱きしめたんだよ。あれは幻なんかじゃない。まだぬくもりが残ってるぐらいだ。いい気なもんだな。夢を見るんならベッドの中だけにしとけよ、秋代。じゃあな、心配させて悪かったな。心配はしてないけどな。あ、それから頼まれてた写真な。あれ今夜焼くから明日やるよ。写真？ああ、東大の。サンキュー。じゃあな。じゃあ。
明夫、お前今。変だな。後遺症じゃないだろうな。ただいま。夏美、お兄ちゃんからかうと承知しないぞ。もしもし、営業課長の森お願いします。もしもし、父さん、僕だよ、明夫。ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ。
ちの悪いいたずらやめてくれないか。いた秋穂くん秋穂くんバカ野郎。ごめん、ちょっとこれ借りるよ。離して秋穂くんが秋穂くんがいや夏美、どうしたの？なんでもない。気のせいだわ。車を止めて秋穂くんがついてくるのお願い車を止めてもう子供じゃないんだからいい加減分かったらどうだ。いいか、彼は死んだんだ。なぜそれが分からない。違う秋穂くんは死んでない私を追ってくるのお願い車を止めて急いでくれ。
尾崎。なんでお前がここにいるんだ？おい。おい、なんで逃げるんだよ。やっぱお前なのか。見ればかんだろ。余生悪い冗談だろ。まあいい、話は後だ。どこ行くの？彼女だよ。夢の中のあの子がこの病院に連れ込まれたんだ。リサちゃんのことか？リサ？リサっていうのか、あの子。なんでお前が名前まで知ってるんだ？森明夫なんだな。森明夫に間違いないんだな。お前大丈夫か？決まってんだろ、そんなこと。さっきから変だぞ、人お化けみたいに。だとお化けじゃないか。とにかくあの子助け出さなきゃ。リサちゃんはどこにも行きやしないよ。ここに戻ったんならそれで心配ないんだ。おい、ちょっと待ってよ、まずいんだよ。何がまずいんだよ。お化けが勝手に出歩いたらまずいに決まってんだろ。わけお化けって、なんで俺がお化けじゃなきゃいそんけなだよ。ないこと俺に聞くなよ。だってお前死んだんだろ。俺がバカ言え。ちゃんとこうして生きてるじゃないか。明夫、ちょっと来い。ちょっとどこへ連れて行くつもりなんだ。行けばわかる。それじゃあ説明してくれよ。なんでお前が彼女の居場所や名前まで知ってるんだ。さっきまであの子の存在だって否定してたくせに。わけわからんこと言うなよ。俺がお前の彼女を知ってて何がおかしい？俺の彼女？10日になるな。お前は横断歩道で信号無視のトラックに跳ね飛ばされた。即死だった。明夫、一体どうなってるんだ？忘れたわけじゃないだろう。覚えてるよ。でも軽く頭打っただけで済んだんだ。病院にだって行かなかったぐらいだ。お前だって悪運の強いやつだって驚いてたじゃないか。死ななかったって言うんだな。奇跡的に助かったって。そうさ、俺を見てみろよ。ちゃんと足があるぞ。だいたいさっき駅で別れたばかりの俺がなんで死んでなきゃいけないんだ。さっき駅で別れた？ちょっと待ってくれ。分かった、ひとまずはお前を信じるよ。だから最初から説明してくれよ。お前があの病院まで来たいきさつをさ。102号室のクランケは見つかったようだね。ええ、全く人騒がせな子ですよ。恋人が死んだのを信じられないっていうのは分かりますがね。無茶なことするもんです。私にもあのくらいの娘がいるがね、あの年頃の娘というのは大人なんだか子供なんだか判断に困るよ。全くです。信じないのか、今の話。信じないだろうな、普通は。だけどこう考えると納得できないこともないな。どう考えるんだ。パラレルワールドさ。知ってるか、この考え方。パラレルワールド、聞いたことないな。多元宇宙ってやつさ。 SF によく出てくる。 SF？ おい、冗談じゃないぞ。またいつもの SF の講義だったら。じゃあ他にどう考えるんだ。他に説明しようがないじゃないか。パラレルワールドっていうのはな、直訳すれば平行世界だろ。そうだな。例えばこの棒をこの世界とすると、俺らはこの棒の中で過去から未来に流されて生きてるわけだ。ところがこの棒は一本だけじゃないんだ。この棒と並行して無数の棒が存在する。つまり無数の世界が並行して存在するっていう考え方なんだ。無数の世界。
ああ、考えられるありとあらゆる状況の世界があってもおかしくないってことさ。この世界と似ても似つかない世界もあれば、ほとんど変わらない世界もあるってわけだ。だからこの世界に俺とお前がいれば、隣の世界にもまた俺とお前がいてもおかしくない。するとこう考えてみよう。俺はこの世界、つまりあの事故で秋代が死んでしまったという世界の人間。お前はもう一つの世界、つまりあの事故にはあったものの奇跡的に助かったという世界の人間。俺はこの世界の人間じゃないってことか。お前はこの世界ではすでに死んでるんだ。じゃあなんで？そう。問題はなんでお前がここにいるかってことなんだ。分かんないのか？わからん。でももしかしたら。もしかしたら。そういえばあの子リサって言ったっけ？ああ。お前本当にリサちゃんのこと知らないのか？ついさっきまでは夢の中でしか見たことがなかったんだ。不思議だな。向こうの世界では彼女はいなかったのか？まあね。でもなんであの子は病院なんかに？どっか悪いのか？どっか悪いなんてもんじゃないよ。全身の血液がいかれちまってるんだ。常に新しい血液を送ってやらないとダメな体なんだよ。体の中で新しい血液が作り出せない病気なんだ。だから彼女が病院を抜け出したって聞いた時はもうダメかと思ったよ。無茶だよな、大体。尾崎、あの子の部屋まで案内してくれ。秋代、どうしても会いたいんだ、あの子に。どういうことになるのか分かってんのか？会いたいんだ。会って話がしたいんだ。それにあの子に会えば何か分かるかもしれないだろう。そう思わないか？彼女だって一目お前の顔が見られりゃそれでだいぶ落ち着くかもしれんしな。じゃお前は言い出したら聞かないからな。ちょっとここで待ってろ。様子見てくる。あいつだ。眼科の竹林副長さん、竹林副長さん、男子級救急室までおいでくださいませ。さあ早く、今のうちに。一目だけだぞ。一目あったらすぐ帰るんだ。いいな。何してんだ。早くしないと看護師さん戻ってきちゃうぞ。リサ。リサ。
嘘だったのね。私信じてた。明夫君が約束破るわけないって。明夫、もう十分だろ。もう行くぜ。尾崎君。リサちゃん、明夫そろそろ行かなくてならないんだ。だからこれでさよならしなくちゃ。行くってどこへ？どこへ行くの？明夫君、あの約束のために来てくれたんでしょ？約束？あ、うん。平気よ、私。連れてって。やっぱり今病院出んのはまずいよ。今治療に専念しなきゃ。そうだよ、リサちゃん。その約束はまた今度ってことにして。さあ、明夫。だって今日は11月11日でしょ。約束の日だわ。11月11日。シリウス流星群。覚えててくれたのね。おい、何の話してんだよ。とにかく早く帰らないと。私今日のことをずっと前から楽しみにしてたわ。明夫君、お願い連れてって。だけど本当に大丈夫？体なんともない？分かった。じゃあすぐ行こう。どうなるのか分かってんのか？俺がここに呼ばれた理由が分かったような気がするよ。だったら早く支度しろ。もう時間がない。雨、星が見えない。夜までにやむさ。とにかく行くだけでも行ってみよう。流星ってどこ見に行けばいいんだっけ？やだ、前に2人で決めたじゃない。ちょっと混乱しちゃって。港の灯台に行こうって。あ、そうだったね。なんだか今日の明夫君ちょっと変よ。そうかな。明夫、あ、リサちゃんちょっとごめんね。尾崎、俺をこっちの世界に引きずり込んだのはあの子の力だな。そうだろ？そう考えるしかないようだな。だけど嫌な予感がするんだ。嫌な予感？この雨さ、11月にこんな派手な雷雨があると思うか？たまにはあるんじゃないの？でもめったにはないよな。まあな。俺が気になるのはよりによって今日降ったってことさ。俺と関係があるってことか？わからん。でもお前のせいで時空間に歪みができてる可能性だってあり得るんだ。時空間？そんな大げさな。大げさなもんか。本来独立してるべき2つの世界がお前という異分子の介入によってそのバランスを崩してしまうってことだってあり得るんだ。そしたらどうなる？わからん。宇宙が弾け飛ぶかもな。いや、離して！離して！リサ！離せ！離せ！大丈夫？
いけない。尾崎、鬼切るよ。離せ離せ。わからないのか。あの子にあそこが違う。殺すつもりか。あの二人はどこ行くつもりなんだ。教えてくれ。なおい。あっ。緊急対応だ。病院へ連絡してくれ。はい。疲れたろ。平気。ええ、ありがとう。あんなに走ったの久しぶりだから気持ちよかったぐらいよ。ごめんなさい。やっぱり少し休ませて。何から話したらいいのかな。君には話さなくちゃいけないことがたくさんあるんだ。何も言わないでいいの。こうしていられればそれだけで。雨上がったね。何も心配することなんてなかったんだ。ちょっと天気が気まぐれだっただけさ。そうよね。寒くない？うん、ちっとも。あら、ペンダント。ペンダントつけてないのね。私とお揃いの。なくしちゃったんだ。そう。私はこれを絶対手放さないわ。ごめん。着いたわ。
潮の香り。こうして二人で星を見に行く夢、病院のベッドで何度も見たわ。でも潮の香りなんかしなかった。あそこ。この人を幸せにどうか。これで私たちいつまでも一緒ね。病院へ帰ろう。いや、私戻らないわ。もう明夫君と離れたくない。毎日見舞いに行くよ。君は治療に専念しなきゃ。また同じこと言わせちゃったね。明夫君、いつだってそう言うけど、私わかるの。今度病院に戻ったらもう二度とあなたには会えないわ。なんとなくわかるの、私。リサ。お前か。今どこだ？学校？だって他に行くところなんてないじゃないか。リサは脱走中だし、俺はお化けなんだ。だからって学校ってのはお前。まあそれはいい。でどうだ彼女の様子は？ああ、元気みたいだ。よかった。とにかくここまでやっちまったんだ。夜が明けたら病院に帰るんだぞ。病院の連中本気で心配してるぞ。さっきも例の上田って医者が来て。尾崎。ん？お前が言ったことは本当か？宇宙が弾け飛ぶって。いや、そうなる前に自然淘汰っていうのが起こるだろうな。自然淘汰？どういうことだ？自然の力が自分で崩れたバランスを元通りに修正しようとするってことだよ。そうなったら何らかの力でお前はこの世界から弾き出されるぞ。脅かすなよ。冗談で言ってると思うのか？お前だけじゃない。お前をこの世界に呼び寄せ引き止めてるのがリサちゃんだとしたら、彼女の身の上にも。あの子がどうなるって言うんだ？わかるだろ。自然がバランスの乱れを修正しようとしたら、つまりお前を元の世界に引き戻そうとすると、一番簡単なのは彼女の思念を消すってことじゃないか。俺が心配してるのはそのことだ。10円玉はもうないんだ。でもな尾崎、俺は何のためにここに来たんだ？あの子の力で呼ばれたんだとしたら、そんなにまでして会いたがってた恋人の役を演じるしかないだろう。他にできることがあるか？
どうも無理言ってすいませんでした。本当に病院に。もう言わないで。私はいいの。本当にこのままで。ここからは星は見えないのかしら。さあどうかな。大丈夫。素敵ね。明夫君、星を見るときいつも何考える？星を見るとき、さあなんだろうな。私はね、小さい時から星を見ながら、人間って豆粒みたいだなって思ってた。宇宙のずっと遠くから光を投げかけて、長い長い時間をかけて私のもとへ届く光。星を見てると人間の手に負えないとても大きくて不思議な世界があるんだなってことがわかるでしょ。私はね、昔から私のことを本当に思ってくれて、私も本当に愛せるような人がね、この世の中でたった一人だけいるんだって信じてたの。早くその人に会いたいってずっと思ってた。そんなちょっとバカみたいな考えも星を見てるときは本当にありそうなことに思えたものよ。ずっとそばにいてね。お願いだから。明夫君。確か星座の本があるはずなんだ。さあ座った方がいいよ。
僕たちが初めて会った日のこと覚えてる？ええ、あの病院で。病院？そうよ。やだ、忘れちゃったの？え？私が診察を待ってる時、ちょうど明夫君は妹さんのお見舞いに来てて、私がこうして座ってたの。そしたら明夫君が入ってきたのよ。どこが悪いんですか？違うわ。それはその後よ。こうしてる時に話しかけてきたのよ。星が好きなんですか？今度来る流星のこと知ってますか？シリウス流星群ですね。なんだ、ちゃんと覚えてるじゃない。ねえ、私の第一印象ってどんなだった？可愛い人だなって。でもどうしてあんなに悲しそうなのかなってそう思った。私、明夫君のこと初めて見た時、あ、この人だってそう思ったのよ。私の待ってたのはこの人だったんだって。だから窓口で私の名前が呼ばれて診察室に向かう時、あんなこと言っちゃったの。あんなこと？ここで待っててくれますかって。で僕はこう答えた。大丈夫、ここで待ってる。私すごく嬉しかったわ、その時。お前と俺やっぱりよく似てるんだな。探せるところはみんな探した。あとはもう君に聞くしかないんだ。君のご両親にこの話をしないのは俺の精一杯の誠意なんだ。そこのとこ汲み取って
話してくれないか。おい、俺はお前らみたいに夢食って生きてるわけじゃないんだ。俺の感じはリサだけじゃない。あんまり止まってろ、それな。待て。バカ、こんなとこで何してんだ。ちょっと来い。上田が来る。次の電車までまだ少し間があるから、どっか他のとこに移らないと。彼女大丈夫か？体なんともない？今のところ大丈夫みたいだ。おい明夫、二人で何話したか知んないけどな、彼女はお前の恋人じゃないんだ。いいか、リサちゃんは明夫の、いや俺の親友の、いや死んだ明夫の恋人なんだ。それを忘れんなよな。分かってるさ。分かってりゃいいさ。お前の恋人はお前の世界のあの子だ。彼女じゃない。違う。あの子が好きなのは死んだもう一人の俺かもしれないけど、俺が好きなのはあの子なんだ。こっちの世界のリサなんだ。分かってねえな。彼女に悲しい思いをさせたいのかよ。俺にどうしろって言うんだよ。違う世界の人間だろうと俺は俺でしかないんだ。だろうがな、彼女を思ってんのがお前一人だなんて思うなよな。とにかくだな、お前は向こうの世界の人間なんだ。それを忘れんなよな。リサ、おはよう。リサちゃん。なんだ、尾崎君も来てたのか。おはよう。おはよう。その花は実は。明夫、ここはもうやばいよ。また後で来るからな。それからあの話忘れてくれ。どっちの世界だって構いしない。お前はお前だ。それで十分だ。それからこれ。あ、この前の。いつも悪いね。リサちゃんを頼んだぜ、明夫。尾崎君。頼む、教えてくれ。手遅れにならないうちに。お願いします。二人をそっとしといてください。やっぱり彼は。リサが小さかった頃、俺にこんなこと言ったことがあるんだ。初めて病室に泊まった晩、彼女は窓から星を見上げながら何かこうお祈りのようなことをしてた。
俺が声をかけると彼女は明るく笑ってこう言ったんだ。あの星空の向こうからいつか私を迎えに来てくれる人がいて、一生懸命お願いすればきっとその人に会えるんだって。じゃあ授業ですから。待て。本当なんですよ。おい尾崎、こいつらは秋夫の幽霊見たって言うけど本当かよ。説明してください。ねえ先輩。尾崎君、頼む、時間がないんだ。座った方がいい。すぐ病院へ。大丈夫。とにかく医者。やめて。お願い。どこにも行かないで。私のそばにいて。本当にもう落ち着いたわ。ちょっとふらついただけ。君には言わなきゃいけないことがたくさんあるんだ。いいの。何も言わないで。いや、言わなきゃいけない。どうしても。僕は私の好きだった秋夫くんじゃない。分かってたわ。なんとなく。ごめん。あなたはなんていう名前ですか？森秋夫。そう。私の好きだった人も森秋夫っていう名前だった。私のために全力疾走してくれたたった一人の人。私その名前が大好きよ。リサ、リサ。何ですかあなたは。私は先生、秋夫の幽霊がいたんだって。バカな、幽霊がいるわけないじゃないか。尾崎、リサが大変なんだ。リサが？あ、早く来てください。救急車呼んでくれ。どうしたんだよ。秋夫がパケてたんだよ。死神？秋夫はあの子から離さっていいのか。連れて行かれちまうぞ。まずいな。救急車まだか？今こっちに向かってます。間に合わないかもしれないな。君だ。
君を呼んでる。リサ。私たちずっと一緒よ。だって星に誓ったもの。リサ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 。目が覚めた？診察の時間よ。体温計ここに置くから待合室で測っといてね。やっぱり食べ物が良かったかな。そんなのどっちでもいいわよ。ああ、だってさっきは花の方が感動するよって言ってたじゃない。ちょっと静かにしてくれる？ここ病院なんだから。ったくもう。また道のおかげで恥かいちゃった。稽古できないじゃないか。難しい。でもさ、清先輩喜んでくれるといいね。うん。星がお好きなんですか？今度来るシリウス流星群のことをご存知ですか？今その記事読んでたんですよ。私も星大好きなんです。君は？
ごめんなさい。私坂口理沙って言います。今日は弟のお見舞いで。僕は森さん、森明夫さん。今のが僕の名前。明夫くん、いい名前ね。ここで待っててくれますか？大丈夫。ちゃんと待ってます。ここで。